本日は AIDD で作ったアプリを効率的にデプロイ、運用するインフラの仕組みというテーマでお話しいたします。AI 駆動開発、いわゆる AIDD という言葉を最近よく耳にするようになってきましたが、AI にコードを書かせたはいいものの、その後どうやって本番環境に載せるのかという部分、意外と情報が少ないと感じています。本日はその作った後の話、つまりデプロイと運用のインフラにフォーカスしてお伝えしたいと思います。前半は AIDD 特有の課題と開発プロセスの考え方。後半は実際に私たちが構築しているインフラアーキテクチャを具体的なツールを交えながら紹介していきます。かなり盛りだくさんな内容ですが、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。まずは簡単に自己紹介をさせていただきます。改めまして、株式会社ラクスパートナーズの岩崎と申します。去年の11月から株式会社スカラー様に SES という形でアサインさせていただいておりまして、スカラー DB を CI/CD パイプラインに組み込んだクラウドインフラ構築テンプレートの開発に従事しております。エンジニア歴はまだ8ヶ月と浅いですが、本日は実際に手を動かして構築している内容をお伝えできればと思います。同じく株式会社ラクスパートナーズ所属の樋口亜美です。現在は監視スタックを中心に、岩崎さんと同じようにクラウドのインフラ構築のテンプレートの開発を行っています。本日はよろしくお願いします。今回はこの2名で勉強会を行っていこうと思います。よろしくお願いいたします。本日の発表は大きく4つのパートで構成されています。まず AI 駆動開発の課題として AIDD のメリットとデメリット、よく起きる問題、そして従来の開発プロセスとどう変える必要があるかをお話しいたします。次に AI 駆動開発のためのインフラストラクチャーとしてなぜこのアーキテクチャを作ったのか、課題とツールの対応関係から説明いたします。3つ目が AIDD のためのインフラ詳細です。テスト、セキュリティ、デプロイ、コスト、監視という5つの観点から実際のツールを順番に紹介します。最後にまとめとして全体を振り返ります。では最初のパートから始めていきましょう。まず最初に AI 駆動開発が抱える課題について整理していきます。AI を使えば開発が早くなるというのは皆さんもなんとなくイメージがあると思います。実際にコードの生成速度は劇的に上がっています。ただ、早くなったがゆえに生まれてくる新しい課題があり、それが本日の話の出発点になっています。次のスライドでは大きく2つの側面、プロとコンス、つまりいい面と悪い面を整理しています。順番に見ていきましょう。まず、プロの部分からです。一番大きいのはやはりコードの生成速度になります。これまで数ヶ月かかっていた開発がうまくいけば数日で終わることもあります。特にクラッド、つまりデータの作成、参照、更新、削除が中心の業務システムや定型的な API の実装は AI が非常に得意としています。もう一点がデプロイ頻度が増えるという点です。従来であれば1週間に1回リリースというペースが普通でしたが、AIDD を使うと1日に何十本もデプロイが発生するような状況になります。これは開発者にとっては嬉しいことですが、インフラ側の準備が追いついていないと一気に破綻してしまいます。一方で、コンスの部分、こちらが勉強会の本題に直結しています。まず、システムの機能維持が難しくなるという問題があります。AI に修正指示を出すと、AI は指示された部分だけではなく、関連するコードもまとめて書き換えてしまうことがあります。結果として今まで動いていた部分と別の機能が壊れる。どこが変わったのかわからない。せっかく直したのに上書きされてしまうという事態が起こりやすくなります。もう一点が大規模なシステムでは統合が失敗しやすいという問題です。AI のコンテキストウィンドウには上限があるので、複数のサービスを並列に修正しようとすると読み込む情報量が膨れ上がり、修正の精度がブレてしまうことがあります。つまり AIDD を本当に活かすためには AI を従来型の開発プロセスにそのまま当てはめるのではなく AIDD を前提とした新しい開発プロセスとインフラが必要だということです。ここからもう少し具体的に AIDD でよく起きる問題を挙げていきます。実際に開発していると頻繁に発生する問題なので一つ一つ説明させていただきます。
まず変更してはいけないコードや設定を変更してしまうという問題です。AI はゴールを達成するためにズルをすることがあります。例えば、認証が通らないので認証機能を外す。動くように見せかける Mock でごまかす。処理を通すために呼び出し先を変更してしまうといったことがよく起きてきます。AI はテストが通ることを目標にしてしまうので、本質的な解決ではなくテストをパスするための最短ルートを取ってしまいます。次に効率の悪いコードを出力するという問題があります。AI が出力するコードは必ずしもパフォーマンスやコスト効率を最適化したものではありません。動くコードは書いてくれますが、同じデータベースへの問い合わせを何度も無駄に繰り返すようなコードを生成することがあります。そして、脆弱性のあるライブラリーを取り込むという問題も深刻です。AI のモデルが学習した時点での情報をもとにライブラリのバージョンを選ぶので、古い脆弱性のあるバージョンを平気で使ってしまうことがあります。最後に異常形を正しく処理しないコードを出力してしまうという問題があります。エラーハンドリングや障害時のリカバリーロジックは指示者が細かく指定しないと AI は正常形のみを実装してそれっきりにしてしまいがちになってしまいます。このように AIDD には速さという大きなメリットがある一方で、コード品質、セキュリティ、信頼性といった面でリスクがあります。これらをカバーするのがインフラの役割であり、本日お話しするアーキテクチャの設計思想になっています。では次にどう変えるのかという部分をお話しいたします。上が従来型の開発、下が AI 駆動型の開発のプロセスになっています。従来型は要件定義、設計、開発、テスト、リリースという流れで進み、その中でも開発フェーズが最も時間のかかる工程になっています。AI 駆動型では要件定義、機能設計に最も時間をかけて、開発、テスト、リリースを AI に任せて高速化するという考え方に変わります。そして重要なのが、開発とテストを同時並行で回せるという点です。マイクロサービスごとに実装とテストを並列で進めることで、全体の開発サイクルを大幅に短縮することができます。重要なのは AI に任せれば楽になるではなく、AI が自律的に動けるように人間が設計をしっかり詰めるというところが重要です。機能設計が曖昧なまま AI に渡しても、AI は想像で実装してしまいます。逆に詳細まで詰めた設計書があれば、AI エージェントは並列で実装を進めることができます。また、図を見ていただくと、マイクロサービスごとに機能設計、実装、テスト、レビューが並列で走っています。あるサービスの開発中に別のサービスのテストが同時に動く。これが AIDD の開発速度の要になります。改めてこれらを含めたいくつかの仕組みを構築しておくことが重要です。まず、機能設計に最も時間をかけて詳細化しておく。次に AI エージェントが想定外の機能を壊さない仕組みを作る。次に、レビューエージェントを多角的に取り込んで、早い段階で問題を潰し込む。次に、AI エージェントが並列実装できるようにアーキテクチャを設計し、高速に実装とテストを行えるようにする。そして最後に、AI が実装したコードの安全性と効率性を評価できるプラットフォームを作る。これらをインフラレベルで担保するのが今回の話の核心になります。次に AIDD におけるアーキテクチャの選択についてお話しいたします。このスライドではモノリスとマイクロサービスを比較しています。モノリスの場合、AI エージェントがある機能を修正しようとすると、対象のコードから連鎖的に関連コードを読み込んでいきます。コンテキストがどんどん大きくなるので、修正の過程で関係ない部分まで書き換えてしまうリスクが高くなります。また、どの部分がボトルネックになっているかを観測するのも難しくなります。一方で、マイクロサービスの場合、AI エージェントは対象のマイクロサービスだけに集中できます。コンテキストが小さいので、コード全体が壊れるリスクが低く、テストも各サービス単位で高速に実行することができます。さらに、サービスごとに独立して観測できるので、どのサービスが遅いか、どこで障害が起きているかがすぐにわかります。つまり、マイクロサービスにすることで、それぞれの機能を同時に修正、開発できるようになり、開発からテストまでのサイクルが短くなります。
モノリスだとテストが全体を対象にするため長くなりますが、マイクロサービスなら対象サービスのテストだけ走れば良いので、その分高速になります。このように機能の独立性を担保することが AIDD の速度を最大限引き出す鍵になります。マイクロサービスにはメリットが多い一方で、実装上の注意点もあります。特に複数サービス間のデータ整合性の問題は避けて通れません。整合性の確保方法として大きく結果整合性パターンと強整合性パターンがあります。結果整合性パターンは差がパターンが代表的で、処理を細かいステップに分割して順番に実行し、失敗したら逆順に取り消しを行います。佐賀はさらに指揮者なしで各サービスが自律的に動くコレオグラフィーと指揮者サービスが順番に指示を出すオーケストレーションに分かれます。実装時の注意点として中間状態から外が見えてしまうこと、べき当性の担保、リカバリーロジックの実装、障害パターンの網羅が必要です。強整合性パターンとして、同一データベース内のトランザクション処理や分散トランザクションによる分散合意があります。ただし、同一データベース内のトランザクションは依存関係が強く残り、マイクロサービスの独立性を損なうので、なるべく避ける必要があります。分散トランザクションは接続先のサービスで同じ RDBMS を使う必要があり、NoSQL と組み合わせられないという制約があります。こういった複雑な問題をシンプルに解決するツールとして ScalaDB があります。データベースをまたいだトランザクションを統一的に扱えるミドルウェアで、後ほどインフラの話でも出てきます。ここまでの話を一度整理します。AIDD で高速な開発、デプロイと高品質なシステムを両立させるためのポイントを以下に整理しました。まず、アーキテクチャ設計と機能設計に時間をかけることです。機能の独立性を考慮した設計を行い、マイクロサービスで機能を分割し、個別にデプロイできる状態にします。次に AI エージェントが自律的に開発できる仕組みを構築することです。AI エージェントが自律的に開発できる仕組みを作り、自己評価、並列実装、並列テストを可能にします。次に単体テスト、E2E テストを CI/CD パイプラインに組み込むことです。単体テストと E2E テストを CI/CD パイプラインに組み込み、壊れたことを即座に検知します。次に、セキュリティ診断、依存分析は AI エージェントと役割を分けることです。セキュリティ診断や依存関係の分析は AI エージェントとは役割を分けてインフラ側でもチェックします。そして本日の発表テーマに直結するのが AIDT で開発したアプリケーションの運用を効率化するインフラを用意するという部分です。AIDT では効率的に運用できる基盤を最初から作っておき、運用コストを最適化します。ここからこの具体的なインフラ基盤の話に入っていきます。ここからがインフラの具体的な話になります。ここまでで AIDD の課題と考え方を整理しましたが、それらを解決するための実装として、私たちがどんなアーキテクチャを選んだのか、ツールレベルで見ていきます。まず、課題とツールの対応関係を整理します。AIDD で起きる課題は大きく5つあります。1つ目がテスト漏れ、品質の劣化で、既存機能が壊れても気づかないという問題があります。この問題に対して GitLab カバレッジテストでテストのカバレッジを継続的に計測します。2つ目がスキリティ脆弱性の混入です。古いライブラリーの使用や認証バイパスが発生しやすいという問題に対して SAST、DAST、ディペンデンシースキャンでコードとライブラリーを自動チェックし、ボルトで秘密情報の漏洩を防ぎ、コングゲートウェイとキークロークで通信と認証を保護します。なお、コングはセキュリティだけではなく、過観測性も兼ねる横断的なインフラになっています。3つ目が、デプロイが怖い、追跡できないという問題です。誰が何をデプロイしたかわからなくなるという問題に対して、AlgoCD の GitOps でデプロイ履歴を Git に残し、ブルーグリーンデプロイで安全に切り替えます。4つ目が、コストが見えない、爆発するという問題です。AI が意図しないサイズでリソースを作成したり、サービス量が増えてコストが跳ね上がるという問題に対して、
オープンコスト、オープンメーターでリソースと API 使用量のコストを可視化します。5つ目が本番障害時に原因が見えないという問題です。調査できずに復旧に時間がかかるという問題に対して、ロキ、テンポ、プロメテウス、グラファナでログ、トレース、メトリックスの統合監視をします。つまり、今から説明するインフラの各コンポーネントはすべてこの5つの課題に対応する形になっています。こちらが全体のアーキテクチャー図です。一見複雑に見えますが、大きく4つのブロックに分かれています。IT 資産の管理、CI/CD、コントロールプレーン、アプリケーションプレーンの4つです。順番に見ていきましょう。まず、IT 資産の管理です。コードやシステムの資産をバックステージ IO と GitLab で一元管理しています。バックステージはどんなサービスが存在してどこで動いているのかを把握するポータルで、GitLab はコードの置き場所になっています。開発にはクロードコードを使っており、AI がコードを書いて GitLab にプッシュするところから全体が動き始めます。次に CI/CD です。コードがプッシュされると GitLab CI が自動でセキュリティスキャン、テスト、ビルドを行い、Argo CD が Kubernetes 製のデプロイを管理します。ここは後ほど詳しく説明いたします。次にコントロールプレーンです。インフラ全体をコントロールする基盤の層で API ゲートウェイにコング、認証にキークローク、シークレット管理にハシコープボルトが入っています。アプリケーションのセキュリティや通信ルールをここで一元管理する。いわばインフラのコックピットになっています。また、プロメテウス、ロキ、テンポ、グラファナ、オープンコストで可観測性を担保しており、ログ、トレース、コストをグラファナ1画面で確認することができます。最後にアプリケーションプレーンです。実際にアプリケーションが動くそうで、各マイクロサービスが API を通じて連携しています。データベース層では ScalaDB を挟むことで複数のデータベースにまたがるトランザクションを安全に扱えるようにしています。全部一度に理解しようとすると大変なので、次のスライドから各コンポーネントを順番に説明していきます。ここからインフラの各コンポーネントをテスト、セキュリティ、デプロイ、コスト、監視の順に詳しく見ていきます。まずはテストとセキュリティについてです。先ほどの課題マップで見たテスト漏れ品質の劣化とセキュリティ脆弱性の混入。この2つの課題に対応するコンポーネント群になります。GitLab CI はコードがプッシュされるたびに自動で走るパイプラインになっています。今回はパイプライン上で走る4つのチェックを説明いたします。1つ目がテストカバレッジです。テストコードがアプリケーションコードの何パーセントをカバーしているかを計測します。カバレッジが低ければ AI が壊しても気づかない領域が多いということなので、品質の目安として継続的に監視します。2つ目が SAST です。コードを読んで脆弱性がないか AI が自動でチェックを行います。アプリを動かす前の設計図を見て問題を探すようなイメージです。3つ目がダストです。サストと対になる存在で、動作中のアプリに実際に攻撃を試みて、外から見た脆弱性を検出します。サストでは見つけられない実際に動かしてみて初めてわかる問題をここで発見することができます。4つ目がディペンデンシースキャンです。アプリが使用しているライブラリーに機種の脆弱性がないかを自動チェックします。AI が古いバージョンのライブラリーを取り込んでいないかをここで検出します。AIDD で高速にコードが出てくるほど、これらのゲートが重要になります。パイプラインが止まっているという状態は、AI の問題あるコードを食い止めているという見方もできます。少し見づらいですが、実際に実装できている部分の画面をお見せいたします。こちらがコードカバレッジの画面になります。テストが何パーセントの部分をカバーしているかを継続的に確認することができます。次が実際にSASをかけて出た結果の画面です。クリティカルと書いてあるのがセキュリティ的に早急に対応が必要な箇所で、パイプラインが自動で検出して教えてくれます。これらのチェックをすべてパスしないとデプロイに進めないというゲートになっています。
次に、セキュリティのコンポーネントです。ハシコープボルトはパスワード、API キーなどの秘密情報を安全に保管、配布するための金庫ツールです。主な役割は3つです。まず、暗号鍵を安全に管理するキーマネジメント。次に、アプリからのリクエストに応じてデータを暗号化して返すトランシットシークレットエンジン。そして AES256GCM という銀行レベルの強固な暗号化アルゴリズムを使ったデック管理になっています。AIDD では AI が生成したコードの中に API キーをそのまま書いてしまう問題がよく起こります。ボルトを使うことでアプリはボルトから動的にシークレットを取得するようになり、秘密情報をコードやファイルに直接書かないで済む構成が実現できます。次に API ゲートウェイとしてコングゲートウェイを使っています。コングはすべての API リクエストが通る門番で、認証、レート制限、ルーティング、ログ収集などをここで一括してこなしています。今回の構成で特徴的なのは、コングを外向きと内向きの2つ用意して役割を分担させているという点です。外向きはインターネットからのリクエストを受け取る玄関口になっています。コレレーション ID をここで発行します。これは1リクエストに 1ID をつける仕組みで、後ほど可観測性の話でこの ID が生きてきます。また、外からの暗号化通信を玄関で複合して内部に転送する TLS 集単。短時間に大量アクセスが来たらブロックするレイトリミッティング。ログイン済みの通行書が本物かどうかを確認する JWT 検証なども担当します。内向きは Kubernetes クラスター内部でサービス間通信を整理する役割を担います。フロントエンド専用の窓口サービスである BFF からバックエンドサービスへのリクエストを振り分け、頻繁に変わらないデータを手元に最大10分間保存するプロキシーキャッシュ、オープンメーターへの API 使用量の送信などを担当します。なぜ2つに分けるかというと、外向きと内向きでは必要な機能が違うからです。全部一つのコングにやらせてしまうと、設定が複雑になりすぎて、AI が作るスピードに人間の管理が追いつかなくなります。役割を明確に分けることで管理しやすい状態を保っています。次は認証の話です。認証部分ではキークロークを使っています。キークロークはログイン機能をアプリケーション側に使わなくていい状態にするための認証基盤です。OIDC という標準プロトコルを使っており、各マイクロサービスが個別に認証を実装する必要がなくなります。AIDD の文脈で特に重要なのは、前述した認証が通らないから AI が認証機能を外してしまうという問題への対策です。認証をインフラレベルで一元管理することで、AI エージェントが勝手に認証を迂回できないようにします。ロールは3段階になっています。会社で例えると、ロールアドミンはシステム部門の管理者で、全機能にアクセスできます。ロールインターナルは、社内の一般社員で通常業務の機能が使えます。ロールエクスターナルは、取引先の担当者など外部ユーザーで限定的な機能のみアクセスできます。このレベル分けをキークロークで一元管理することで、各サービスが個別に権限チェックを実装しなくてよくなります。認証の流れをざっくり説明すると、まずユーザーが ID とパスワードを入力してキークロークにログインします。すると、キークロークが認証を確認し、セッション ID を発行します。あとはフロントエンドがそのセッション ID を持って API を呼びに行くだけで、バックエンド側はこのセッション ID は本物かを確認するだけで良くなります。ログイン処理をキークロークに丸投げできるので、各サービスが個別にログイン機能を作らなくて済むというのが一番のメリットになります。ここからはデプロイとリリースの効率化についてです。課題マップで見たデプロイが怖い、追跡できないという問題に対応するコンポーネント群になります。まずは AlgoCD です。AlgoCD は GitOps という考え方に基づいたデプロイツールで、Git リポジトリを唯一の正解として Kubernetes の実際の状態を Git の設定ファイルに自動で合わせ続けるツールになります。
GitOps とは、設定ファイルを Git で管理し、変更があれば自動適用する運用スタイルのことで、誰かが手作業で kubectl アップライしたというような俗人的なオペレーションをなくすことができます。誰がいつ何をデプロイしたかが Git の履歴として残るので、問題が起きた時に原因を追いかけやすくなります。環境自体は4つ用意しております。Dev 環境では必要な時だけ Kubernetes を起動して開発中のテストに使います。テスト環境では E2E テストを本番同等の環境で実行します。ステージング環境はリリース前の最終確認用でコスト削減のためスポットインスタンスを使っています。プロダクション環境はブルーグリーンデプロイでゼロダウンタイムでの切り替えを実現しています。こちらが Argo CD の実際の管理画面になっています。各アプリケーションの状態がシンク、ヘルシーで表示されています。どれかがアウトオブシンクになっていれば Git と Kubernetes の状態がずれているということなので、すぐに気づいて対処することができます。こちらの画面のように、ポッドの詳細なども確認することができます。こちらでポッドが壊れたりしている場合に、どの部分が壊れているかということを確認することができるので、修正がしやすくなります。先ほども少しお話ししましたが、本番環境のデプロイ戦略として、ブルーグリーンデプロイを採用しています。考え方はシンプルで、現在本番で動いている環境をブルー、新バージョンを用意する環境をグリーンと呼びます。具体的な流れとしては、まずグリーンに新バージョンをデプロイして動作確認を行います。問題なければトラフィックをブルーからグリーンに一瞬で切り替えます。ユーザーから見るとサービスが一切止まることなく新バージョンに切り替わります。もし切り替えた後に問題が発生した場合は、グリーンからブルーに再び切り戻すだけで大丈夫です。ブルーはすぐ戻せる状態で残してあるので、ロールバックも一瞬で終わります。AIDD では1日に何十回もデプロイという状況が起こり得るので、1回のデプロイに伴うリスクを極限まで下げるこの仕組みは非常に重要です。はい、ここからは樋口が担当させていただきます。AIDD によってマイクロサービスが増えると、どんなサービスがあるかが見つけにくくなる。この API は誰が担当しているのか、このサービスのドキュメントがどこにあるのかという混乱が生じることがあります。バックステージはそのような問題を解決するために、全サービスの情報を一箇所に集めた開発者ポータルです。サービスカタログでは、全マイクロサービスの一覧、説明、オーナー情報を管理します。この API は誰が担当しているのかがわかります。カタログインフォ YAML というファイルにサービスの情報を書いて Git に置くことで、バックステージのサービス一覧に自動で追加される仕組みになっています。バックステージを導入することで、グラファナでエラーを見つけた後に、バックステージで API の使用を確認し、GitLab で修正するという一連のフローが一画面の動作でつながり、トラブルシューティングを行いやすくなります。ここからはコストの最適化についてです。AIDD では1日に何十本もデプロイが発生するため、気づいたらサービスの量が増えているということも起きることがあります。サービスが増えるということは、その分動かすサーバーも増えるので、コストも比例して上がっていきます。そのため、どのサービスがいくら使っているかを常に把握しなければなりません。その中でも、オープンメーターは API の使用量を計測・追跡するツールです。コングゲートウェイを通過したすべてのリクエストが自動的にオープンメーターに収集され、誰がどの API をどれだけ使ったかが記録されていきます。将来的には API 重量課金の仕組みにも応用できます。オープンコストは Kubernetes の各サービスの実行単位ごとにクラウドコストを可視化するツールです。このサービスが月にいくらかかっているのかということをグラファナのダッシュボードで見ることができます。無駄なリソースを発見して削除しやすくなるツールです。KDA とカーペンターというツールもあります。KDA は処理待ちの行列がたまったメッセージ数や API のリクエスト数など、細かい条件でポットを増減させることができます。カーペンターは決まったサイズのサーバーを増やす通常のオートスケーリングとは異なり、
必要なポットのサイズに合わせて最適なサイズのサーバーを自動で選んで増減させることができます。オートスケールによってコストの最適化をすることができます。これが実際のオープンコストのダッシュボードです。左側を見ると、ネームスペース単位でコストが一覧で出てきます。アルゴ CD が68.7ドル、ロキが58.9ドルといった具合に、どの機能にどれだけお金がかかっているかが一目で見ることができます。右側のグラフは時間あたりのコスト推移です。これを見ることでコストが急増したタイミングを即座に検知できます。このようにコストの見える化ができていれば、AI が無駄なリソースを生成してしまったり、サービスが増えたりしても素早く気づいて対処することができます。こちらは VPA、バーティカルポットオートスケーラーのダッシュボードです。サービスに割り当てるリソースを自動で調整してくれる仕組みになります。上のグラフを見ると、現在のオレンジの線の CPU リクエスト量とピンク色の線の実際の使用量に大きな差があることがわかります。つまり今の状態は必要以上のリソースを確保してしまっているということになります。下のグラフは VPA の自動調整を有効にした場合に節約できるコストの試算です。現時点では監視と節約できるコストの提案までを図に示している状態で、実際にサービスに割り当てるリソースの自動調整を有効にするかは、これから検討していく部分になります。ここからは監視・品質の安定化についてです。AIDD では AI でコードを生成するため、どこがエラーの原因かが分かりにくく、復旧が遅れてしまう問題も出てきます。また、高速にアプリが出力されるため、何かおかしいという時にすぐ原因を特定できる仕組みも必須になります。可観測性オブザーバビリティとは、システムの内部状況を外から把握できることです。この可観測性は3本の柱で実現しています。1つ目がロキです。全サービスのログを1箇所に集めます。後ほど紹介するコリレーション ID と組み合わせることで、特定の操作に関するログを横断的に追跡できます。2つ目がテンポです。分散トレーシングのツールで、このリクエストがどのサービスを通ったかを可視化します。ボトルネックや遅延の原因を素早く特定するのに使います。3つ目がグラファナです。ロキ、テンポ、オープンコスト、オープンメーターなどのデータを一つの画面にまとめて確認できる総合ダッシュボードです。ログとトレースを同時に見ながらトラブルシューティングを行うことができます。マイクロサービスでは一つのリクエストが複数のサービスを渡り歩きます。ユーザーがブラウザで操作すると、コングゲートウェイから各サービスへと複数のサービスをまたいで処理が進みます。この時、コリレーション ID が重要な役割を果たします。コングゲートウェイが最初にリクエストを受け取った時点で ID を自動で発行し、以降のリクエストヘッダーにそのまま引き継がれます。障害が起きたときは、ロキでその ID を検索するだけで、その ID が含まれるログだけを絞り込むことができます。どこで失敗したかのトラブルシューティングが楽に早くなります。ただし、各サービスのログに ID を出力させるには、アプリ側でヘッダーを受け取ってログに書くという設定が必要です。コリレーション ID がログの追跡に使われるに対し、オープンテレメトリーのトレース ID は処理の時間と経路を追跡するものです。コングゲートウェイでトレースを発行してタイマーをスタート。その後に通過する各サービスで処理時間がミリ秒単位で記録されていきます。例えば BFF で50ミリ秒、ユーザーサービスで500ミリ秒、スカラー DB で20ミリ秒といった具合です。テンポというツールでそのトレース ID を検索すると、各サービスの処理時間がグラフで可視化できます。エラーはないけど、なぜか画面が遅いという時に、どのサービスで時間がかかっているかがわかります。実際の画面をお見せします。1枚目がグラファナのダッシュボードです。
グラフ上にひし形のマークが見えますが、これはエグゼンプラーといって、特に注目すべきリクエストに自動でピンを立ててくれる機能です。このひし形をクリックすると、そのリクエストのトレース ID が表示されます。画面左下に Query with 店舗というボタンが出てくるので、これを押すだけで店舗の画面に飛ぶことができます。こちらが店舗の画面です。コンゲートウェイでの処理が595ミリ秒かかっていることがわかります。どのサービスをどの順番で通ったか、それぞれ何ミリ秒かかったかが階段上のグラフで可視化されています。こちらはロキの画像です。トレース ID を検索すると、そのリクエストに関するログだけを絞り込めます。このようにグラファナ、テンポ、ロキが連携していることで、遅い、おかしいと思った時にボタン一つで原因を追いかけられる仕組みになっています。AIDD で AI エージェントにプログラムを書かせる際、ネックになりやすいのがデータベースの扱いです。また、AI がコードを生成しやすいように、機能を小さく分けるマイクロサービスを採用することがありますが、その結果、複数のデータベースにまたがってデータ処理を行う分散トランザクションという新たな難題が発生してしまいます。ここで活躍するのがスカラー DB です。スカラー DB はデータベースの種類の違いを吸収してくれる中間レイヤーです。アプリはリクエストをスカラー DB に渡すだけで、裏が PostgreSQL でも Cassandra でも DynamoDB でも意識せずに共通の API で安全なアシッドトランザクションを実行できます。さらに嬉しいのがデータベースの引っ越しです。最初は無料のデータベースを使ってたけど、データが増えたから高性能なデータベースに変えたいという時でも、裏側の接続先のエンドポイントを付け替えるだけで今まで通り動かすことができます。また、POS システムのようにスカラー DB のネームスペース機能を使用すると、データの注文部屋、決済の注文部屋のように分けることができ、AI が関係ないデータをうっかり壊してしまう事故も未然に防ぐことができます。つまり、マイクロサービスの構成の複雑なデータ整合性の問題を解決しつつ、AI には機能作りだけに集中してもらい、安全と整理整頓はすべてスカラー DB に任せることができる。これが AIDD においてスカラー DB を採用する強みになります。これらの構成はすべて Kubernetes 上で動いています。マイクロサービスを並列で動かすと、サービスの数だけコンテナが増えます。これを人間が手動で管理するのは困難です。Kubernetes があることで、サービスが落ちたら自動で再起動、アクセスが増えたら自動でスケール、新しいバージョンに止まらずに切り替え、これが全部自動で動きます。また、機能が本番環境できちんと働くか、システムの耐久性や性能を確認することも必要です。カオステストやロードテストを K6 カオスモンキーでテストすることも重要になります。これまでで AIDD の課題とそれを解決するツールの話をしてきました。しかし、ただツールを並べるだけでは意味がありません。重要なのは、それらが自動で連携して動く仕組みを最初から作っておくことです。このスライドはその全体像です。AI が書いたコードが本番に届くまでの流れを見てください。まず、AI エージェントが並列でコードを書きます。マイクロサービスに分割されているので、複数のエージェントが同時に別サービスを修正しても干渉しません。これが AIDD の開発速度の源です。コードを GitLab にプッシュすると、パイプラインが自動で走ります。カバレッジ、サスト、ディペンデンシースキャンが走って、レビューしてマージされると次のフェーズに進みます。AI が書いたコードは脆弱性のあるライブラリや認証バイパスが混入するリスクがあります。人間がレビューする前に機械が自動でチェックする仕組みです。次に Dev テスト環境です。Qt、E2E、Dust が走ります。マイクロサービスで小さく分割されているので、テストする範囲が小さくなります。デプロイまでの時間を短くすることもできます。ステージング環境ではカオステスト、ロードテスト、パフォーマンス、スケーリングの確認を行います。障害を起こしても自動で復旧するか、大量のアクセスに耐えられるか、不
荷に応じてスケールするかを確認します。ここで問題がなければ、ブルーグリーンで本番に切り替えます。現在動いている本番ブルーと新バージョンのグリーンを同時に用意しておいて、確認が取れたらスイッチを切り替えるだけです。問題があれば即座にブルーに戻せます。このパイプラインがあることで、AI が書いたコードを毎日本番に届けられる状態になります。AIDD は早く作るだけでなく、安全に届ける仕組みが必要です。このパイプラインがそれを担保しています。続いてまとめに入ります。AIDD で大量に生成されるアプリを届けるために、最初から整えておくことは3つです。1つ目は品質です。開発スピードは AI で劇的に上げつつも、安全と信頼は人が持ち続ける必要があります。AI にコードを書かせると、中身が複雑で人間が理解できないまま動いてしまうというふうにもなりがちです。それでは人間が責任を持ってリリースできません。しかし、AI が書いた大量のコードを人間がすべてチェックして責任を持つことは、高速にコードが生成される中では不可能です。そのため、バックステージで全体像を把握し、GitLab で AI の変更箇所だけをピンポイントで確認。GitLab CI が基本的なテストを済ませてくれていて、一番複雑で危険なデータベースや認証の処理は ScalaDB や Keycloak が担保してくれる。つまり、この4つが揃うことで、人間の手元には背景が明確で変更箇所がわかりやすく、テストに合格済みでシンプルに削ぎ落とされたコードだけが届きます。だからこそ、人が責任を持って本番にリリースしても問題ないと判断できるようになります。2つ目は、ケイデンス、速度の維持です。マージリクエストをマージするだけで本番環境にリリースできる状態を作ることです。デブ、テスト、ステージング、本番がアルゴ CD で自動で流れて、ブルーグリーンで切り戻しがいつでもできる。K6 とカオスモンキーで耐久性を確認して、障害が起きたら、ロキーテンポ、グラファナで即座に原因がわかるようにします。3つ目はコストマネジメントです。オープンコストでネームスペース、ポット、アプリ単位のコストを把握して、カーペンターと CADA でスケーリングを自動最適化する。オープンメーターとコングで API の使用量を可視化する。コストが見えれば、どこに投資してどこを削るかの判断ができます。早く作るだけなら AI で十分かもしれませんが、早く作ったものを安全に届けるには、この基盤を最初から設計しておく必要があると考えています。最後に今後の展望をお話しします。正直にお伝えすると、現在インフラの設計をやり直しています。今回お話しした AIDD で大量にアプリが出力される中、品質、ケイデンス、コストの3つをちゃんと担保できる設計になっていませんでした。それぞれの環境の設定が固まったらテンプレートとして完成させます。アプリを載せるだけで品質、ケイデンス、コストが最初から自動で回る状態、マージリクエストをマージするだけで本番に届く状態を作ります。次にアプリを実際に載せて3つの軸が本当に機能するかを検証します。実際にアプリを載せて負荷テストを実施し、監視から実際に数値で確認、耐久性や性能を改善し、3つの軸が実際に機能するかを検証します。その先はこのテンプレートを他のプロジェクトに展開していきます。テンプレートがあると新しいプロジェクトが来たときにパラメータを変えるだけでそのプロジェクトのインフラが立ちます。ゼロから設計実装する必要がないので横展開できます。本日の発表は以上になります。本日は AIDD で高速に生成されるコードを安全に効率的に低コストで運用するためのインフラの基盤についてお話しさせていただきました。また少しでも興味を持ってくださいましたら、ぜひこの QR からコンパスや GitHub を覗いていただけるとありがたいです。ご清聴ありがとうございました。